さちです。ご覧いただきありがとうございます。今回はフォロワー様からリクエストをいただいたネモフィラネイルをやっていきます。奥行き感のある仕上がりで爪いっぱいのお花がとっても可愛いデザインです。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。スタート。ベースコートはいつもの D アップストロングガードです。まずはダイソージェネネイルのホワイトを使います。ペーパーパレットもしくはアルミホイルとドットペンを用意します。こちらはネットで購入したものになりますが、同じような3本セットがダイソーにもありました。パレットにホワイトを少量出してカラーをドットペンに取ります。そしたら親指にドットのお花を描いていきます。ドットペンにたっぷりめに液をつけると描きやすいです。ペン先が爪に触れるか触れないかくらいで液を優しく置くイメージで描いてみてください。お花のバランスは多少崩れても全然気にならないデザインなので、綺麗に描けなくても気にしなくて大丈夫です。お花の配置は爪の大きさに合わせてお好みの箇所に描いてください。こんな感じで描きました。ドットペンはきれいに拭き取っておきます。中指にもお花を描いていきます。ドットペンがない方は爪楊枝でも代用可能です。爪楊枝の丸い方にカラーをたっぷりめにつけて液を優しく置くイメージでドットを描きます。ただ爪楊枝だとドットの大きさの調整は難しいので、小さいドットのお花を描きたい方はドットペンを使った方がいいです。ダイソーで手に入るので持ってない方はチェックしてみてください。中指はこんな感じ。人差し指と薬指にはキャンメイク N29 番を塗ります。小指にはキャンメイク N82 番を塗ります。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。次はセリアの丸ホログラムを使います。サイズが2種類あったのですが、今回は 1.5mm を使います。ゴールドのホログラムをパレットに少し出しておきます。何でもいいのでトップコートも用意します。先ほど描いたお花の上にトップコートを薄く塗っていきます。普通に塗るみたいにハケを動かしてしまうとお花の白を引っ張ってしまうことがあるので、スタンプを押すみたいにトントンと優しく重ねてください。パレットに少しだけトップコートを出して爪楊枝の先端にトップコートをつけてホログラムをキャッチします。お花の中心にホログラムをつけます。先ほどお花の上に塗ったトップコートが乾く前にホログラムをつけてください。中指もお花の上にトップコートを優しく重ねます。トップコートが乾く前にホログラムをつけます。ホログラムをつけたら1分くらい乾かします。キャンメイク N82 番を使います。親指と中指に N82 番を重ね塗りします。お花の上からカラーを重ねることで奥行き感のある仕上がりになります。少しドロッとしてるので薄め液を足します。私が使ってるのはシャレドアのポリッシュシンナーです。ポリッシュがドロッとしてきたら薄め液を足すとサラサラに復活します。薄め液を足したら上下に振らずにゆっくり攪拌してください。サラサラになったので中指にも重ねます。
他の指は2度塗り目を塗っていきます。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。ジェネネイルのホワイトをもう一度使います。最初と同じくホワイトをパレットに少量出してドットペンに取ったら最初に描いたところとずらしてお花を描きます。最初に描いたお花に少し重なる部分を作るとしっかり奥行き感が出て可愛く仕上がります。全体のバランスを見ながら隙間が気になる部分に描いてください。一番最初にお花を描くときにお花を描く位置をある程度決めておくと失敗しにくいです。ほこりがついててちょっとよれちゃったけど、これくらいなら問題なし。中指も同じようにお花を描いていきます。お花が描けたら5分くらい乾かします。お花がだいたい乾いたらお花の上にトップコートを重ねます。1回目と同じようにトントンと優しく塗ってください。そしたらまた爪楊枝にホログラムを取ってお花の中心につけていきます。中指も同じようにトップコートを塗ってホログラムをつけていきます。中指の爪先が少し寂しいのでドットを足します。薬指にもホログラムをつけていきます。全体にトップコートを薄く塗って爪楊枝を使ってホログラムをドット柄になるようにつけます。まずは真ん中からつけるとバランスを取りやすいです。ここまでできたら3分くらい乾かします。もう一度キャンメイク N82 番を使います。N82 番を親指と中指に重ねます。最初に描いたお花をさらに奥に閉じ込めるので奥行き感が増します。白いお花を残しておきたい方はこの作業は省いても大丈夫です。乾かしている間に他の指にラメを重ねます。キャンメイク N66 番を使います。N66 番を人差し指と小指の爪先に重ねます。境目部分はラメを散らすようなイメージで塗ります。ラメを重ねたら5分くらい乾かします。仕上げにトップコートを塗ります。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。ネモフィラネイルの完成です。この奥行き感ほんと可愛くないですか？ドットを描くだけなのでとっても簡単です。使用したものをまとめます。右手はこんな感じです。お花の形がちょっと歪んでしまったけど気にならないデザインです。小さくて可愛いお花が薬指のドット柄と相性ぴったり。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。それではまた次回の動画で。またね。